はい、今回は After Effects でこんな感じの塵のパーティクルから出現する文字のアニメーションの作り方をご紹介していきます。今回の解説では外部エフェクトのパーティキュラーを使用しています。では実際に作業を行っていきます。コンポジション、新規、カット、01としてフル HD の3秒のコンポジションを作成します。ここにレイヤー新規、平面で BG01 として背景の平面を作成します。そして文字を配置します。こんな感じですね。そしてこの文字を Ctrl+D で複製します。この複製した文字を選択し、レイヤー、プリコンポーズを行います。これはエミッターに使いますので EM01 としてすべての属性を新規コンポジションに移動を選択し OK。するとカット01にテキスト、プリコンポーズしたテキスト背景となっています。このプリコンポーズしたテキストを開くと、このコンポジションの中にテキストが入っただけのものとなります。では、パーティクルを作っていきます。レイヤー新規、平面、パーティキュラー01として、パーティキュラー用の平面を作成します。これに、エフェクト、トラップコード、パーティキュラーを適用します。すると、こんな感じとなります。文字は非表示にしておきます。まず、パーティキュラーのエミッターの設定を行っていきます。このエミッターのコンポジションを 3D レイヤーにします。そして、パーティキュラーのエミッタータイプ、レイヤーを選択。レイヤーエミッターから EM01 を選択します。すると、このエミッターからパーティクルが放出されるようになるのですが、数が少ないので、パーティクルの数を増やします。パーティクルセックを50万。すると、この文字からパーティクルが出てくるのがわかります。この形ですね。そしてレイヤーのカラーはなしに設定しておきます。こんな感じとなります。では次にパーティクルの動きを設定していきます。まず、ベロシティ。動きは1。動きを減らします。次にパーティクルのタブから、ライフ。出現してから消えるまでの時間は1秒。大きさも1。こんな感じですね。さらにサイズオーバーライフはプリセットから減衰。生まれてからすぐに小さくなっていくようになります。そしてオパシティオーバーライフも同じように減衰。こんな感じのベースとなります。次にこのパーティクルを物理シミュレーションで動かしていきます。フィジックスのタブを開きます。エアー、タービュレンスフィールドを開きます。アフェクトポジションを上げていくと、こんな感じで揺らぐようになります。少しスピンも加えます。50。フェードインタイムは0にします。こんな感じですね。さらに、エボリューションスピードを上げてアニメーションの速度を上げます。速すぎるので120。
こんな感じとなります。これがベースの動きとなります。次にパーティクルのアニメーションを増やしていきます。オグジュアリシステムを開きます。オグジュアリシステムのエミットからコンティニアスリーを選びます。連続という意味ですね。すると今作ったベースの動きが連続して行われるようになります。この連続する動きを元のパーティクルと同じように設定していきます。サイズ1、サイズオーバーライフ、減衰、オパシティオーバーライフも減衰。こんな感じですね。そして数を増やします。パーティクルセックの数字を上げます。ベロシティも少し上げます。少し調整していきます。ばらけ具合をもう少し上げたいので、ベロシティを10、これぐらいとしておきます。そして文字を表示させると、こんな感じとなります。さらにもう少し動きを激しくしたいので、このエミッター P を押して1を表示して、オルトキーを押しながらストップウォッチを押します。そしてウィグル20、コンマ50ぐらいとしておきます。するとこんな感じで揺れが激しくなります。これはこのエミッター自体がこう震えているためですね。激しい揺れが起こるようになりました。そして次にエミッターのマットを作っていきます。エミッターを開きます。長方形ツールでマスクを作成します。文字の左側に置いてマスクパスにキーフレームを設定。時間を進めてパスを右に移動します。するとこんな感じとなります。境界線をぼかします。こんな感じとしておきます。そして戻ってみるとこんな感じですね。ここで表示された部分だけパーティクルが出現するようになります。この動きに合わせて文字も出現するように設定していきます。文字を選択し、長方形ツールですね。見えない状態でキーフレームを設定。時間を進めて表示されるように。そしてこのタイミングを合わせます。境界線もぼかします。こんな感じですね。
最後に、パーティキュラーの一番下のレンダリングのタブを開きます。モーションブラーのタブから、モーションブラをオンに設定し、数値を上げます。700も1000としておきます。そしてオパシティブーストの数値も上げて少し明るくしていきます。10としておきます。すると、こんな感じですね。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。